私はスポーツを通じて豊かな世の中を作るため日々活動しています。時には世界最高峰の障害物レースに出たりもします。しかし私は子供の頃、運動音痴で大の運動嫌いでした。嘘でしょと思われる方もいるかもしれませんが、本当なんです。幼少の頃、初めてのボール投げでボールをキャッチできず、顔面で受け、思いっきり鼻血を流しました。けれどその私が今、財団の代表を務め、子どもたちと一緒に思いっきり体を動かし、スポーツは豊かな世の中を作ることができると信じて活動しているのですから、自分でも驚きです。なぜこれほどまでスポーツの力を信じられるようになったのか。そこには私が大切にしている人は変化に対応し進化することで成長するという考え方があるのです。私は福島県いわき市の商店街にあった紳士服店の2階で生まれました。1階の店舗では父が仕入れをし、母が販売をし、私は2、3歳の頃まで店頭にあるワゴンに紐でつながれ、お客様にいらっしゃいませ、ありがとうございましたと、いわば看板犬ならぬ看板娘でした。父が立ち上げた小さな紳士服店は次々と出店し拡大していきました。そしてその後2店3店4店5店と、当時はカメレオンカンパニーと言われるほど業態を変化させていきました。ですから父が会社で言うことは日々変わりました。昨日言ったことは今日変わり、今日言ったことも明日には変わるという感じです。なぜそうコロコロ言うことが変わるのかと質問すると、父は世の中は常に変化する。その変化に対応し進化したものこそ生き残る。そう話してくれました。私はというと、小さい時から転校や引っ越しで、こんにちは、さようならの日々。そんな生活に慣れるうち、中学校の終わりの頃には、自ら福島を飛び出し、仙台、東京、サンディエゴ、ボストン、バルセロナと28歳の頃まで飛び回っていました。しかし、私が最も尊敬し、信頼する父は、ある日突然旅行先で亡くなりました。今から15年前、2003年のことです。経営のことはもちろん、人としての生き方を教えてくれた父でしたので、私の心にはぽっかり大きな穴が開き、全く現実味がありませんでした。父が教えてくれたことは、人は変化に対応し、進化することで成長するということをずっと教えてくれてましたので、私が生まれた時からその考えは私のそばにあったのです。そして私の人生でもう一つ大きな変化を与えたことが、2011年3月11日、東日本大震災です。父の実家は福島県いわき市、母の実家は宮城県石巻市で、私は多くの親戚、友人、知人を失いました。さらには、経営していたスポーツ店70店舗が倒壊し、破損しました。実はあの時の記憶は今でも断片的です。確実に覚えているのは、心から生きていたいと思ったこと。生きているということは奇跡であり、そうして生かされた私に何ができるのかということを考え始めました。倒壊した店舗で最初に始めたのは、70店舗からテント、キャンプ用品を取り出し、そして地域の人々が集まれる場所を作りました。
しかし、そこの場所にいた子供たちからはすっかり笑顔は消えていました。親、兄弟、親戚、そして家までも失った子供たちですから、笑顔が出るはずもありませんよね。そんな中、支援の輪が広がり、世界中から多くのアスリートも支援に来てくれました。ある日、私は NBA のレジェンドプレーヤーと共に宮城県塩釜市立の中学校に行くことがありました。何人かの子どもたちはその日までボールを触ることさえ拒んでいました。レジェンドに背中を押され、ボールでパスを始めたとき、それまで無表情だった子どもたちに笑顔が戻り、涙を流し始めたのです。今でも鮮明に覚えています。これほど苦しい状況にあっても、スポーツには人を笑顔にする力がある。生きる力を与えてくれる力がある。そう強く感じたのです。それまでの私はスポーツが好きな人、スポーツができる人だけのものだと思っていました。しかし、無表情だった子どもたちの変化を見たとき、スポーツの持つ力を実感したのです。そして、その子どもたちを見たとき、スポーツが生活の中にあることで、人生がより感動的で楽しくなる。そしてそういう人がたくさん増えることで、より豊かな世の中が作られるのではないか。それは衝撃的な発見でした。今、ここにいる子どもたちのためにできることをやっていこうというエネルギーが湧いてきたのです。このことが財団設立のきっかけとなりました。私たちの最初の活動は、放射能問題で外に出られない子どもたちのための無料の運動施設の開設でした。実は震災後、福島の子どもたちの肥満率は一気に増加しました。子どもたちが外で遊ぶ、体を動かすという当たり前のことがこれほど重要なことか、私は改めて実感することになります。そして財団は活動の場を広げ、さまざまなスポーツイベントを企画し、今では60万人以上の子どもたちにスポーツの機会を提供しています。中でも最も力を入れているのが、小学生を対象としたスポーツキャンプです。2泊3日、子どもたちだけで過ごし、さまざまな競技の元日本代表選手、プロアスリートに直接指導を行ってもらい、夜は英語での交流会を行うなど、子どもたちはさまざまな体験をします。このキャンプでは、時々、ほぼ毎回、事件が起こります。初日は緊張している子どもたちも2日目になるとリラックスしたかと思うと喧嘩勃発。挙句の果てにうまくいかないことに腹を立て、大暴れしたかと思うと大脱走。キャンプに参加しているボランティア、我々スタッフはある意味死に物狂いです。それでもある子はキャンプを振り返って、自分にできる競技は一つだけでなく、たくさんあることを知った。またある子はキャンプに参加して、初めての人とも積極的に話ができるようになったと話してくれました。2泊3日というわずかな時間ですが、スポーツキャンプが子どもたちの成長に大きな影響を与えていることを私はとても嬉しく感じています。そして今では確信しています。私が大切にしている人は変化に対応し、進化することで成長するということに、スポーツが大きな力を与えているということを。私は先日、ブエノスアイレスで開催された第1回オリンピズムアクションインフォーラムに参加してきました。そこには5大陸、150カ国、1500人以上の人が集まり、スポーツの力で平和な社会を作るため、さまざまなトピックでディスカッションが行われました。
スポーツが国際社会を継続的により良い方向に発展させるため、2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピック以降も、日本が担う役割はとても大きなものがあると思っています。チャレンジすることを怖がらず、様々なことをして進化し、仲間と影響し合って成長する。子どもたちがスポーツを通じてそういった体験をできる場をこれからも作っていきたいと思っています。私は幼少の頃から変化の人生を過ごしてきました。そして父の死で事業を受け継ぎ、東日本大震災で多くを失い、絶望の淵に立たされました。それでも今この日を迎えています。それはその時々の変化を受け入れ、自分自身に力をつけ、進化し、成長してきたからに他ならないと思うのです。今日、この会場にお越しの皆さんも、日々変化し、進化し、成長して今を迎えていることと思います。時には辛く苦しい出来事に立ち止まってしまい、前に踏み出せない日もあるでしょう。けれど、進化したことで、できなかったことができるようになる喜びは、何事にも代え難いと私は思うのです。そうすることで、自分なりの幸せな人生を送ることができると、私は身をもって感じています。変化、進化、成長。皆さんもぜひ、今よりも一歩、前に踏み出してみてください。ありがとうございました。